生成 AI に何かお願いしても、なんかうまく伝わらないんだよな。そんなフラストレーション、皆さん一度は感じたことありますよね。今回はですね、そのもどかしい気持ちをすっきりさせて、AI を最高の相棒に変えるためのヒントを一緒に探っていきたいと思います。いや本当に、あなたのその指示、AI にちゃんと届いてますかね。こっちは一生懸命伝えたつもりなのになぜかトンチンカンな答えが返ってきたりして、多くの人が経験するこのすれ違い、一体何が原因なんでしょうか。ちょっとその正体探ってみましょうか。まずありがちなのがこれですよね。昨日の続きでお願い。いやー、言っちゃいますよね、つい。でもね、この親しみを込めた一言が、実は AI をめちゃくちゃ困らせてるんです。なんでかっていうと、AI って驚くほど忘れん坊というか、そもそも昨日の記憶なんて持っていないからなんですね。で、次がこれです。いい感じで。便利ですよね、この言葉。僕も使います。でも AI からしたら、まさに、いい感じってどんな感じですかって頭を抱えちゃうような、まあ言ってみれば丸投げな指示なんですよね。何がいい感じなのか、具体的な見本がないと AI はどうしていいかわからなくなっちゃうんです。それから、あれもやってこれもやって、あとそれも、みたいに、一度にたくさんのことをお願いすると、AI の脳みそ、つまり CPU が、どれからやればいいのってパニックになっちゃうんです。まさにこの表現、秀逸ですよね。CPU が泣いちゃうのだっていう、そんな状態に陥ってしまうわけです。さて、じゃあなんで AI はこんなに忘れっぽくて勘違いして時にはパニックになったりするんでしょうか。実はこれ AI が悪いわけじゃなくて、僕たちが AI の仕組みをほんのちょっとだけ勘違いしてることから来てるんですよね。まずはその記憶の謎から解き明かしていきましょというわけで、セクション2、AI の記憶の真実です。そうなんです。AI が持っている記憶って、僕たちが普段使っている記憶という言葉のイメージとは全くの別物なんです。ここがね、もしかしたら一番大きな誤解ポイントかもしれません。この図がもう全てを物語ってますよね。左側の僕たち人間の記憶っていうのはずーっと過去からつながってる連続したものですよね。ところが右側の AI が持っているのは、言うならばそのばかりのメモ書きみたいなものなんです。一つの会話の中ではそのメモを見てるんですけど、会話が終わった瞬間、そのメモはビリビリって破ってゴミ箱にポイなんです。その仕組みを理解するためのキーワードがこのサンドボックスっていう考え方。一つ一つのチャットがそれぞれ完全に独立した箱の中に入っているイメージです。だから他のチャットで何を話したかとか、あなたのパソコンの中のファイルとかを勝手に覗き見することは絶対にない。そしてチャットを閉じるとその箱ごときれいさっぱり消えちゃうんです。だから昨日の続きは無理なんですね。これって実は僕たちのプライバシーを守るためのすごく大事な仕組みなんですよ。というわけで、 AI が忘れる理由をまとめるとこういうことになります。チャットは全部独立した箱の中。持ってるのは長期記憶じゃなくて短期的なメモだけ。で、会話を閉じればそのメモは消去される。他の会話やファイルを見ることはできない。このシンプルなルールを頭に入れておくだけで AI への指示の出し方って劇的に変わってくるはずです。さて、 AI がなぜ物事を忘れるのか、その技術的な理由は分かりました。でももう一つ不思議なことってありませんか。それがこのセクションのテーマ、心なき鏡。そう、心なんてないはずの AI なのに、なんで僕たちはまるで人間みたいにそこに人格があるように感じてしまうんでしょうか。この言葉がまさにその答えなんです。AI はあなたが持つ心の投影状である。どういうことかというと、僕たちが AI の文章から感じる優しさとか賢さっていうのは、AI 自身が感情を持っているわけじゃなくて、まるで鏡みたいに僕たちの言葉や問いかけを映し返しているだけということなんです。人間って自然な文章を見ると、そこに書き手の心を勝手に想像しちゃう、そういう生き物なんですね。この表を見るとそのからくりがよくわかりますよね。僕らがこいつ分かってくれてるじゃんって感じるとき、 AI の頭の中では実は統計データに基づいて次に来る確率が一番高い単語はこれだなって予測してるだけ。なんか親切だなーって感じるのも人間がそう感じるようにちゃんと設計された応答パターンなんです。で、自分の意見があるんだなーって見えても、それは僕らが与えた情報をうまくまとめているだけなんですね。
だからこそこの言葉がすごく深く刺さるんです。自分の意見を持たないまま AI を使うのは、鏡に質問しているようなもの。鏡に向かって「ねえどう思う?」って聞いても返ってくるのは自分のこもった顔だけですよね。AI から本当に価値のある答えを引き出したいなら、まず僕たち自身が何をしたいのか、どうしてほしいのか、質の高い明確な問いを投げかける必要があるということなんです。さあ、ここまでで AI の記憶の仕組みと心はないんだよということを理解しました。じゃあいよいよここからは実践編です。どうすれば AI を最高のパートナーにできるのか、そのための具体的な明確な指示を出すための3つの原則、これを一緒に見ていきましょう。世の中には AI を使いこなすためのテクニックっていろいろありますけど、突き詰めるとその本質はこの3つに集約されるんです。まず第一に目的と文脈の共有、第二に指示の単純化と構造化、そして第三に明確な対話の維持。もうね、これさえ抑えれればあなたも今日から AI コラボの達人です。じゃあまず1つ目の原則、目的と文脈の共有。最初に何のためにこれをやってほしいのかっていうゴールを伝えてあげるんです。それから必要な背景情報とか、いい感じでじゃなくて、例えばこんな感じでって具体的な見本を見せてあげる。で、もし前の会話の続きをやりたいなら、前回はここまで話したよねって軽く要約を添えてあげるのがうまく付き合うコツですね。次に第2の原則、単純化と構造化。これは簡単。一度の指示には一つのタスクだけをお願いする。そう、さっきの CPU が泣いちゃうのを防いであげましょう。もし複雑な作業をお願いするなら、小さなステップに分解してあげる。質問も短く、敵を絞る。で、もし話題がガラッと変わるなら、ここからは全然違う話なんだけどってちゃんと宣言してあげると、AI も混乱せずに済むんです。そして最後の原則が、明確な対話の維持。AI が出してきた答えに対して、こんなもんかなみたいに曖昧に終わらせないこと。そうじゃなくて、ここの表現はもっとこうしてほしい。この部分はすごくいいねって具体的なフィードバックを返すんです。指示を変えるならはっきり伝えるし、ちょっとした違和感こそ放置しない。この丁寧なやり取りの積み重ねが AI をあなた専用の超優秀なアシスタントに育てていくんですね。ここまで見てきた3つの原則、これを踏まえると僕たちは AI と新しい競争、つまり共に作り出すっていう関係を築くことができるようになります。それって単にテクニックを覚えるだけじゃなくて、僕たちの考え方そのものをちょっと変えること、つまりマインドセットのシフトなんです。この言葉が今回の解説の結論と言ってもいいかもしれません。 AI リテラシーの第一歩は AI にできないことから教えること。つまりですね、 AI は何でもできる魔法の杖だって期待するんじゃなくて、何ができて何が苦手なのか、その限界を正しく知ることこそが逆説的ですけど AI の可能性を最大限に引き出すための一番の近道だっていうことなんです。 AI との関わり方には大きく分けて2つの考え方があります。一つは AI を一方的に指示する部下とみなすやり方。曖昧な命令を出して覚えてて当たり前だろうって期待してミスったら AI のせいにする。もう一つは AI を一緒に考える相棒とみなすやり方です。明確な文脈を与えて対話をリードして一緒にもっと良いものを作り上げていく。どっちがより良い結果を生むかはもう言うまでもないですよね。最後にこの問いを皆さんに投げかけて今回の解説を終わりにしたいと思います。あなたにとって AI は指示を待つだけの部下ですか？それとも共に未来を作っていく相棒ですか？この問いの答えを自分の中に持つこと、それがあなたの AI との関係を、そしてあなたの未来をもっと豊かに変えていく最初の一歩になるはずです。